こんにちは、ミニマリスト田中です。地方都市の隅っこで生活費月11万円でゆるく小さく暮らしています。このラジオはミニマリズムで社会のスピードから降りて自分を取り戻すことを大きなテーマに Kindle 出版で40冊以上の著書を持つミニマリストの僕が無理しない生き方やミニマルに暮らす方法などについてお話ししています。もし共感できる部分があればフォローやコメントなどお待ちしています。今日は暮らしの赤字見つけましたというテーマでお話していきます。お金の赤字ではありません。毎月の収入から生活費を引いて少し貯金もできている。数字だけを見ればちゃんと黒字です。それなのになぜか毎日しんどい。いつも時間がない。休日は平日に溜まった疲れを回復させるだけで終わる。明日からまた仕事かと思うと、日曜日の夕方から気持ちが重くなる。そんな状態を僕は暮らしの赤字と呼ぶことにしました。僕たちはお金が減ることには敏感です。今月は使いすぎたなとか、電気代が高かったなとか、貯金ができなかったなとか、数字を見ればすぐに気づけます。でも、時間や体力や心の余裕が減っていても、通帳には何も表示されません。だから気づかないまま使い続けてしまいます。お金は黒字なのに、時間は赤字。給料は入っているのに、体力は赤字。予定は充実しているのに、心は赤字。今日は僕たちが見落としやすい暮らしの赤字について9つに分けて考えてみたいと思います。1、時間の赤字。1つ目は、時間の赤字です。1日は誰にとっても24時間しかありません。それなのに僕たちは時間を使う予定ばかり増やしてしまいます。仕事をする、家事をする、買い物へ行く、連絡を返す、SNS を見る、動画を見る、誰かと会う、空いている時間を見つけるとそこにまた何かを入れたくなります。そして一日の最後に自分のための時間が残っていないことに気づきます。お金なら足りなくなったら使いすぎたとわかります。でも時間は使い切っても通知が来ません。ただ、今日も何もできなかったなという気持ちだけが残ります。僕は以前、時間がないならもっと効率よく動けばいいと思っていました。家事を早く終わらせる。移動中も何かをする。食事中も情報を入れる。でも、効率を上げるほど空いた場所にまた別の予定が入ってきました。それではいつまで経っても余白は生まれません。時間の赤字を減らすには、早く動くことよりも時間を奪っているものを減らす方が効果的でした。行きたくない誘いを一つ断る。目的もなく SNS を見る時間を減らす。買い物へ行く回数を減らす。すぐに返さなくてもいい連絡は後でまとめて返す。時間を作るというより、時間が流出している穴を塞ぐ感覚です。時間の赤字が怖いのは来月の時間で返済できないことです。今日使った1時間は二度と戻ってきません。だからこそお金と同じくらい時間の残高も大切にしたいと思っています。2、体力の赤字。2つ目は体力の赤字です。予定表には書かれていませんが、僕たちは一つ一つの行動に体力を払っています。朝起きる、服を着る、通勤する、人混みの中を歩く、誰かに気を使う。一つだけなら大したことがなくても、積み重なると夜には残高がほとんど残っていません。特に HSP や内向型の人は見えないところで体力を使いやすいと思います。誰かの声の調子を気にする。職場の空気を読む。相手が不機嫌だと自分が何かしたのではないかと考える。体は椅子に座っていても頭の中ではずっと走っています。体力が赤字になると、その日の疲れだけでは終わりません。家に帰って料理をする気力がなくなり、外食やコンビニが増えます。部屋を片付ける余裕がなくなり、散らかった部屋を見てさらに疲れます。小さなことでイライラして、大切な人にも優しくできなくなります。つまり、疲れは後から請求書を持ってきます。最初は体力の赤字だったものが、最後にはお金や人間関係の赤字にまで広がっていきます。だから僕は予定を考えるときに
空いている時間だけを見ないようにしています。その予定を終えた後、どれくらい体力が残るだろうかと考えます。予定表には空白があっても、体力の残高がなければ、そこは空いている時間ではありません。休むために必要な時間です。3、睡眠の赤字。3つ目は睡眠の赤字です。睡眠は暮らしの中で一番借金しやすいものだと思います。今日だけ少し夜更かししよう。今週だけ頑張ろう。あと1時間だけ動画を見よう。睡眠を削ると、その場では自由な時間が増えたように感じます。でも実際には明日の自分から時間と体力を借りているだけです。翌朝、頭が重い。集中できない。仕事がいつもより遅い。甘いものや脂っこいものが欲しくなる。小さなことにもイライラする。夜の1時間を得たつもりが、翌日の何時間もの質を失っていることがあります。僕も会社員だった頃は、平日の疲れを休日にまとめて返済しようとしていました。土曜日は昼まで寝る。日曜日も何もする気にならない。そして、ようやく少し回復した頃には、また月曜日が来ます。毎週、睡眠と体力の借金を返すだけで休日が終わっていました。今は眠い日は早く寝るようにしています。まだ仕事ができそうでも、明日に回します。睡眠は何も生み出していない時間ではありません。明日の集中力や機嫌や判断力を作っている時間です。睡眠の赤字を放置したまま、時間管理や節約を頑張っても、どこかで崩れてしまいます。暮らしの黒字は夜から始まっているのかもしれません。4、判断力の赤字。4つ目は、判断力の赤字です。人は一日の中で思っている以上にたくさんのことを決めています。何を着るか、何を食べるか、どこで仕事をするか。一つ一つは小さな判断です。でも、小さな判断も積み重なると、脳は少しずつ疲れていきます。そして夕方にはもう考える力が残っていません。その状態でスーパーへ行くと、予定になかったものを買いやすくなります。ネットショップを開くと、本当に必要なのか考えずに注文してしまいます。仕事でも簡単なことを決めるだけで時間がかかります。僕は朝の服を固定しています。昼ご飯も時間をかけずに作れるものを選ぶことが多いです。夕方の買い物もいつも買うものをある程度決めています。YouTube も当日の朝にゼロからテーマを考えるのではなく、前日の夜に話すテーマだけ決めて寝ます。これは効率のいい人になりたいからではありません。本当に考えたいことのために判断力を残しておきたいからです。節約するのはお金だけではありません。判断力も節約できます。何を選ぶかよりも何を毎回選ばなくて済むようにするか。そこを整えると暮らしはかなり楽になります。5、人間関係の赤字。5つ目は人間関係の赤字です。人と会うと元気になることもあります。話を聞いてもらい気持ちが軽くなることもあります。一方で会った後にどっと疲れる相手もいます。連絡が来ただけで緊張する。誘われるたびにどう断ろうかと悩む。相手の機嫌を損ねないようにずっと言葉を選ぶ。その場では笑っていても家に帰ると何もする気がなくなる。こうした人間関係も通帳には表示されません。でも心の残高は確実に減っています。以前の僕は誰とでも仲良くしなければいけないと思っていました。苦手な人にもいいところがあるはずだと考え、無理に関係を続けようとしていました。でも、相性が合わない人はいます。どちらが悪いわけでもなく、ただ距離が近すぎると疲れる関係があります。今は会う頻度を減らしたり、返信を急がなかったり、少し距離を取ったりします。誰にでも同じ量の時間と体力を使わなくていいと思っています。人間関係を減らすことが目的ではありません。本当に大切な人に使う体力を残すことが目的です。心の残高をすべて苦手な人に使ってしまったら、大切な人に優しくする余裕がなくなります。それはもったいないことだと思います。6、予定の赤字。6つ目は予定の赤字です。予定が多いと充実しているように見えます。
手帳が埋まっていると自分が前に進んでいるような気持ちになります。でも、一つの予定が使うのはその予定の時間だけではありません。出かける準備をする、移動する、少し早めに着く、終わった後に帰る、気持ちを切り替える。1時間の予定でも実際には半日分の体力を使うことがあります。特に人と会う予定や初めての場所へ行く予定は、始まる前から頭の中でシミュレーションが始まります。何を話そう、何を着ていこう、遅れないようにしよう。終わった後もあの言い方で良かったかなと振り返ります。予定表では1時間でも心の中では何時間もその予定に使っています。だから僕は予定を入れるときにその時間が空いているかだけではなく、前後に余白が残るかを見るようにしています。午前中に大きな予定があるなら午後は何もしない。人と会った次の日はできるだけ静かに過ごす。一日に複数の大きな予定を詰め込まない。予定は入れた瞬間には赤字に見えません。むしろ楽しそうに見えます。でも、使う体力まで計算しないと、後から赤字が発覚します。予定表に必要なのは、空き時間ではなく回復する時間なのだと思います。7、仕事の赤字。7つ目は、仕事の赤字です。仕事をすれば、給料や報酬が入ってきます。数字だけを見れば黒字です。でも、その仕事を終えた後に何が残っているでしょうか。帰宅したら何もできない。休日は一日中寝ている。仕事のことが頭から離れない。日曜日の夕方から憂鬱になる。毎月給料が入っていても、時間や体力や心が減り続けているなら、その仕事は暮らし全体では赤字かもしれません。会社員だった頃の僕は、まさにこの状態でした。収入はありました。毎月決まった日に給料が振り込まれていました。でも、朝起きた瞬間から会社へ行くことが辛い。通勤だけで疲れる。仕事中は周りの機嫌や空気を気にする。家に帰る頃にはほとんど何も残っていません。お金は黒字でした。でも、暮らしは完全に赤字でした。もちろん、仕事は楽しいことばかりではありません。多少の疲れや我慢はあります。ただ、その疲れを回復させるためだけに、仕事以外の時間が全て消えているなら、一度立ち止まってもいいと思います。転職や退職だけが答えではありません。仕事量を調整する。通勤時間を短くする。残業を減らす。仕事に求めるものを減らす。暮らしのサイズを小さくして、必要な労働時間を減らす。少しずつ赤字を小さくする方法はあります。仕事で得るお金だけではなく、仕事の後に何が残るかも、働き方を選ぶ大切な基準だと思っています。8、暮らしの赤字をお金で埋めること。8つ目は、暮らしの赤字をお金で埋めることです。ここまで話してきた赤字は、それぞれ別のものに見えます。でも、最後には多くの場合、お金の支出につながります。時間がないから外食をする。疲れているからコンビニでいろいろ買う。判断力が残っていないから必要のないものまで注文する。仕事のストレスを忘れるために買い物をする。予定を詰め込みすぎて自炊も片付けもできなくなる。つまり僕たちは暮らしの赤字をお金で穴埋めしていることがあります。もちろん外食や便利なサービスを使うことが悪いわけではありません。僕も使います。お金を使うことで助かるなら、それは良い使い方だと思います。ただ、毎日のように赤字の穴埋めが必要なら、支出だけを減らそうとしても苦しくなります。コンビニを我慢する。外食を我慢する。欲しいものを我慢する。それでは赤字の原因は残ったままです。節約したいなら、財布を見る前に自分が疲れすぎていないかを見る。時間が足りているかを見る。予定を入れすぎていないかを見る。買い物の前に暮らしのどこで赤字が発生しているのかを探す。その方が我慢しなくても支出が減ることがあります。お金の問題だと思っていたものが、実は時間や体力の問題だった。そんなことは意外と多いように思います。9、暮らしにも黒字を残すこと。最後、9つ目は、暮らしにも黒字を残すことです。
家計の黒字とは、収入より支出が少なくお金が残ることです。では、暮らしの黒字とは何でしょうか？僕は一日の終わりに少し余ることだと思っています。何も予定がない時間が少し残る。眠る前に体力が少し残っている。誰かに優しくできる心の余裕が残る。今月も大丈夫だと思えるお金が少し残る。明日を怖がらずに眠れる安心が残る。毎日すべてを使い切らないことです。以前の僕は一日を使い切ることが正しいと思っていました。時間が空いていれば何かをする。体力が残っていればもう少し頑張る。お金があれば何か新しいものを買う。でも、全部を使い切る暮らしは少しのトラブルで簡単に崩れます。予定が一つ伸びただけで焦る。少し体調を崩しただけで何も回らなくなる。収入が少し減っただけで不安になる。余白がないからです。今はあえて少し残すようにしています。予定を詰め込まない。仕事をやりすぎない。疲れる前に休む。収入が増えてもすぐに生活を大きくしない。使わなかった時間や体力やお金は無駄ではありません。それは未来のトラブルを受け止めるための余白になります。何か新しいことを始めるための余力にもなります。そして何も起きなかったとしても、ただ穏やかに過ごせます。それだけでも十分に価値があります。昔の僕はお金さえ残れば安心できると思っていました。毎月少しでも貯金できれば暮らしは豊かになると思っていました。でも、たとえお金が残っていても時間がない、体力がない、心に余裕がない、休日は疲れを取るだけで終わる。そんな暮らしはどこか赤字だったんだと思います。今はお金だけではなく時間も少し残すようにしています。体力も少し残します。予定にも少し余白を残します。人間関係でも誰にでも全部を渡さないようにしています。僕が欲しかったのは家計の黒字だけではありませんでした。暮らしの黒字だったんです。最後に今日の話を一言でまとめるなら、お金が黒字でも暮らしが赤字なら豊かとは言えないということです。もし今、毎月の収支は合っているのになぜか苦しいと感じているなら、家計簿には載っていない赤字を探してみてください。小さなことでも暮らしの赤字は少しずつ減っていきます。毎日少しだけ余る暮らし、明日の自分に時間や体力を少し残しておける暮らし、そんな暮らしをこれからも大切にしていきたいと思っています。最後まで聞いていただきありがとうございました。もしこんな暮らし方や考え方に共感していただけたら、概要欄も覗いてみてください。Kindle では40冊以上の本を書いています。ラジオでは話しきれなかったことを文字で読むラジオとして残しています。また、田中クラブという小さなコミュニティも始めました。小さな暮らしの話、人生戦略について、一人ビジネスについてなど何でも話せます。興味のある方は概要欄でご案内しています。それではまた次のラジオでお会いしましょう。ミニマリスト田中でした。バイバイ。